1582年6月2日午前4時、京都本能寺。眠りについていた織田信長は突然の物音で目を覚ました。是非に及ばず、信長はそうつぶやき、自ら弓を取って戦い始めたという。だがその時、彼を取り囲んでいたのは他でもない自分の家臣である明智光秀が率いる1万3000の軍勢だった。天下統一まであと一歩。その瞬間に信長の夢は炎の中に消えた。なぜ光秀は信長を裏切ったのか。この謎は450年経った今でも歴史家たちの間で議論が続いている。今日はその3つの説を徹底検証する。今回検証する3つの説はこちらだ。第1の説、怨恨説。信長に散々嫌がらせを受けた光秀が怒りと恨みで謀反を起こしたという説。第2の説、野望説。光秀はもともと天下を狙っていたという説。第3の説、黒幕説。光秀の背後に真の首謀者がいたという説。どれが正しいのか、それともどれも正しくないのか、一緒に検証していこう。まず前提知識として明智光秀という人物を知っておこう。光秀は1528年頃に生まれたとされる。出身は美濃国、現在の岐阜県あたりだ。若い頃は流浪の生活を送っていたが、1568年に織田信長に仕えることになる。ここからが光秀の快進撃だ。光秀は頭が切れ、文化教養も高く、外交能力も抜群だった。信長はそれを見込んで次々と重要な仕事を任せる。畿内の平定、足利将軍との折衝、比叡山や木内への参加、そして1579年には丹波国を平定し、近畿の重要期と天下目や魔城の城主にまで上り詰めた。信長の家臣団の中でもトップクラスの実力者、それが明智光秀だった。ではなぜそんな男が謀反を起こしたのか。まず第一の説、怨恨説から見ていこう。これは最も有名な説で、教科書にも載っているものだ。端的に言えば、信長に散々ひどい目に遭わされた光秀が怒りのあまり謀反を起こしたという話だ。実際に信長は光秀に対してかなり苛烈だったとされる記録がある。例えば1577年の安土城での宴会、信長は光秀に供応役を命じた。ところが直前になってその役を突然取り上げてしまう。しかも衆人環視の前で。さらに別の記録では、信長が光秀の頭を足で蹴ったとか、腕を掴んで引き倒したとか、ひどい話が残っている。加えて本能寺の変の直前、信長は光秀に領地を変えるかもしれないと示唆していたという説もある。長年守り続けた丹波の地を取り上げられるかもしれない、そう感じた光秀の恐怖と怒りが謀反の引き金を引いたというわけだ。ではこの怨恨説は正しいのか。実は歴史家の間では怨恨説だけでは弱いという見方が多い。理由は単純だ。本能寺の変はあまりにも綿密に準備されすぎている。光秀は事前に1万3000もの兵を集め、信長のいる場所を把握し、完璧なタイミングで奇襲した。これは怒りに任せた衝動的な行動ではなく、冷静に計算された作戦だ。怨恨はきっかけだったかもしれないが、それだけが理由ではないだろう。第二の説は野望説。光秀はもともと天下を狙っていたという説だ。これは近年歴史家の間で支持が高まっている説でもある。根拠はいくつかある。
まず本能寺の変の直前、光秀はレンガの会を開いている。その時に読んだ句がこれだ。時は今が雨が下しる5月。一見季節を読んだ平和な句に見える。しかしこれは時重光秀の家系が今こそ天下を取る時だという意味が隠されているという解釈がある。光秀は時源氏の末裔を名乗っており、かつての栄光への強い思いがあったとされる。さらに注目すべきは光秀の謀反後の行動だ。本能寺で信長を討った後、光秀はすぐに朝廷に接近し、権力を正当化しようとしている。これは衝動的な起こりではなく、事前に政治的シナリオを描いていた証拠とも言える。ただし野望説にも弱点がある。本能寺の変後、光秀を支持する大名がほとんどいなかったことだ。もし光秀が綿密に天下を狙っていたなら、事前に有力大名と連携するはずだ。しかし実際には光秀は孤立し、わずか11日後に羽柴秀吉に討たれてしまう。三日天下という言葉が残るほどあっけない結末だった。これは野望はあったけれど根回しが足りなかった、あるいは予定より早く動かざるを得なかった何かがあったのかもしれない。そして第3の説、黒幕説。これが一番ドラマチックで、かつ最も議論が分かれる説だ。光秀の背後に真の首謀者がいたというのだ。黒幕候補として名前が挙がるのは主に3人。1人目、足利義昭。かつての信長に担ぎ上げられた将軍だが、後に信長と対立し京都を追放された人物だ。義昭には信長への強い恨みがあり、光秀を使って復讐を図ったという説がある。ただし証拠は薄い。2人目、羽柴秀吉。これが秀吉黒幕説、通称中国大が越子陰謀論だ。本能寺の変が起きた時、秀吉は中国地方で毛利と戦っていた。にもかかわらず変の知らせを受けた秀吉はわずか数日でに100キロ以上を強行軍し光秀を討った。この速さが不自然だという指摘がある。まるで事前に知っていたかのような完璧な対応だったと。ただしこれも状況証拠に過ぎず確定的な証拠はない。3人目、徳川家康。本能寺の変の直前、家康は信長の招きで京都周辺を旅していた。もし信長が死ねば最大の受益者の一人は家康だ。しかし家康黒幕説はさらに証拠が乏しい。結局黒幕説はどれも状況からの推測の域を出ていない。だからこそロマンがあって今でも語り継がれるのかもしれない。ここまで3つの説を検証してきた。では結局のところ光秀はなぜ信長を裏切ったのだろうか。現在多くの歴史家が支持しているのは複合説だ。怨恨があり野望もあり何らかの外部圧力もあった。それらが重なった時光秀は今しかないと動いた。つまり一つの理由で語れるほど人間は単純ではないということだ。光秀は優秀だった。文化人でもあり武将でもあり政治家でもあった。だからこそ信長への怒りを胸に抱きながら同時に天下への野望を持ち周囲の状況を冷静に計算していたのかもしれない。是非に及ばずと言って戦い始めた信長も最後まで光秀の動機を知る機会はなかっただろう。今日のまとめをしておこう。本能寺の変の動機として有力な3説、怨恨や棒黒幕。それぞれに根拠があり、それぞれに弱点がある。歴史の謎は一つの答えでは終わらないからこそ面白い。あなたはどの説が一番説得力があると思っただろうか。
ぜひコメントで教えてほしい。次回は秀吉はなぜあれほど早く光秀を討てたのか、中国大返しの真実に迫る。チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。また次の動画で会いましょう。